どうも、ぷくともです。いやー、すっかり暑くなりましたね。こんなにいい天気なのにお出かけができないゴールデンウィークというものも悲しいところがありますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか？今日はなかなか外に出られないこの時期だからこそ、今まで撮った写真を使って風景画を描いて、ちょっとでもお出かけ気分を味わってみたいと思います。描くイラストは休業中のあのお店です。プロクリエイトにある描画ガイドの遠近法を使えば、誰でも簡単に風景画を描くことができるので、ぜひ一緒にチャレンジしてみてください。まずはプロクリエイトを立ち上げます。右上のプラスボタンからキャンバスサイズを選びます。今回は 1920×1080 ピクセルのものを選びます。そしたら、左上から描画ガイドをオンにします。そして編集描画ガイドというのを押すとこのような画面が開きますので、遠近法をタッチしてください。画面のどこかをタッチするとこんな感じで消失点を打つことができます。ちょっと線見づらいので不透明度と太さを調整しました。今は消失点が1点なので1点通しの状態です。適当に四角を描いて、あとは線に合わせてまっすぐ描いていくと立体的な四角を描くことができます。この辺の遠近法の説明についてはサイトなどでも詳しく書かれているので、ちょっと今回は割愛します。で、今回は風景画を描いていくので消失点を追加します。2点通しの状態をしようとしたんですけど、間違えて真ん中の点を消すの忘れてたんで、ちょっと線がいっぱいになっちゃってますね。描き方はとっても簡単で、縦の線は垂直にまっすぐと描いて、その他の線はラインに沿って描いていきます。するとこんな感じで立体的な絵を描くことができます。今回はこの描画ガイドの遠近法を活用して風景画を描きます。元にする写真をスプリットビューで表示します。昔撮ったアップル丸の内の写真ですね。こちらを描いていきます。使うペンはスケッチの中の鉛筆 6B を選びました。今回描く線すべてまっすぐなので、こんな感じで線を引いてからペンを止めるとプロクリエイト側でまっすぐに修正してくれます。これを活用して描いていきましょう。それでは早速Apple Store のラインを描いていきます。縦の線は垂直、横の線は描画ガイドのラインに沿って描いていきます。描きたい線のところに描画ガイドが引かれてない場合、角度だけでも調整して合わせるようにしましょう。あとは同じ要領でその他の建物についても描いていきます。奥の建物がすごく窓が細かくて線を引いていくのが大変だったんですけど、やることはとにかく同じです。縦は垂直、横のラインは描画ガイドの線の角度に合わせてただただひたすらに描いていきましょう。
黙々と線を描いていく作業なので一見地味なんですけど、どんどん仕上がっていく感じが楽しいので、ぜひ見ながら試してみてください。そしたら、Apple Store のちょうど後ろにある建物がちょっと複雑な形をしてたんですけど、そういう時は一旦こんな感じで別レイヤーに下書きを書いてから書くと書きやすくなりますので、必要に応じて下書きを活用してください。で、下書きを書くときなんですけど、同じ黒色だとちょっと見づらくなってしまうので、水色とか自分が見やすいなと思う色を選ぶと後からなぞりやすいです。で、描いた下書きは不透明度を調整して、あとは下書きをなぞりながら本番書きをしていきます。こんな感じで下書きを組み合わせることによって複雑なラインも問題なく描くことができます。そしたら Apple Store の窓、ちょっと飛び出た感じになっているので、枠を描いて立体感を表現していきます。角丸の部分はちょっと描くの難しいんですけど、その他のラインはまっすぐなので、ギリギリまでまっすぐの線を描いてから角の部分描くと描きやすいと思います。そして Apple Store の扉の部分や窓の線も描いていきます。この辺を描くときも縦は垂直、横は描画ガイドのラインの角度に合わせて描いていくんですが、扉の角度は描画ガイドのラインとは異なってくるので、写真を観察しながら扉の角度を再現しましょう。そしてトレードマークのリンゴも描いていきます。リンゴも立体になっているので、縁をつけてあげましょう。線が引けたらこの写真のメインの色を背景の色に設定していきます。ちょっと肌色っぽいグレーというか白というかがメインのカラーになっているので、こんな感じで全体の色をつけます。そしたらレイヤーを追加してその他の部分も塗っていきます。今は Apple Store の窓の枠を塗ってますね。ここでちょっと補足です。私今回ちょっと色の塗り方があれだったんですけど、鉛筆のようなテクスチャーがボコボコしていて隙間ができてしまうペンだったとしても、描いたレイヤーを基準に設定してその他のレイヤーに色を塗っていくとき、この敷地というのを調整するとちゃんと枠に収まるように塗ることができます。ペンをスライドさせるとちゃんと収まって塗れますので、そのやり方で塗ってみてください。私は今回ちょっといちいち色を塗るレイヤーに枠を引いてから塗るっていうめんどくさい作業をしてしまったので、皆さんは効率よく描いてみてください。そしてその他の窓の部分などもレイヤーを分けて色を塗っていきます。
なんでレイヤーを細かく分けるのかというと、この後にこの窓の中の光だとか、あと建物の中の影だとかも描いていくので、レイヤーを細かく分けていると描きやすくなります。なのでその辺も意識しながら細かくレイヤーを分けて色を塗っていきましょう。はい、大体の色が塗れましたら、いよいよ色を重ねていきます。青く塗った窓ガラスの上にもう一つレイヤーを追加して、マスクをクリップを選択します。このことによって青色の枠外に色を塗れなくなるので、こちらを活用します。使うペンはエアブラシの少し硬いエアブラシです。窓ガラスの少し暗くなっている部分を描いていくので、グレー色で線を引いていきます。この辺は写真を参考にしながらどんな色が入っているか確認して描いていきましょう。ここまでできたらレイヤーを開いて N ボタンを押して蒸散を選択します。そして不透明度を調整しましょう。こうすることによって建物の中の影だとかを表現することができます。今度は窓ガラスに反射している光を表現していきます。こんな感じで写真を見ながらどこに光が当たっているか確認して描いていきます。今度は明るめの色なので N ボタンを押して標準のまま不透明度を調整します。こうすることによって窓ガラスに反射した光を表現できます。同じ要領でマスクをクリップを活用してその他の建物にも影や光を描いていきます。続いて新しくレイヤーを追加して今度は木を描いていきます。同じく少し固めのエアブラシを使っていきます。木の部分はこんな感じでペンをポン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 とタッチして描いていくといい感じに木を描くことができます。一色の緑だとあまりリアルな感じが出せないので、こんな感じでちょっと暗めの緑だったり明るめの緑だったり
いろんな緑色を重ねることによってリアルな木を描いていきます。同じ要領で窓ガラスの反射した木も描いていきましょう。やり方は同じです。ポン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 とタッチしながら描いていきます。そして木が描けましたら、今度は蒸散にして不透明度を調整します。こうすることによって窓ガラスに映った木をリアルに表現できます。同じ要領でレイヤーを追加してマスクをクリップをしましたら、今度は窓ガラスに映った建物を描いていきます。写真を観察しながらどんな感じで建物が反射しているか描いていきましょう。建物の色は明るめなので標準の状態で不透明度を調整して表現します。そして空の上にもレイヤーを追加して空のグラデーションを描きました。続いてApple Store の白い枠にある影も描いていきます。レイヤーを追加して同じくマスクをクリップです。で、影を描くときなんですけど、影を描くときもこの描画ガイドのラインを意識して斜めの線描いていきましょう。描けたら不透明度を調整して OK です。続いていよいよ Apple Store の中を描いていきます。ベースの色を描けましたら、あとは同じ要領でレイヤーを追加してマスクをクリップ。建物の中の天井を描いて不透明度を調整したり、ガラスに反射した光を描いて不透明度を調整して描いていきます。はい、こんな感じで完成しました。描けたら描画ガイドをオフにします。今回参考にした写真がこんな感じです。そして描いたイラストはこんな感じです。どうですか？なかなかリアルに描くことができたんじゃないかなと思います。手書き感があるので、キャラクターの背景に置いてもいい感じかなと思います。いかがでしたか？実は風景画って今まであまり描いたことがなくて、遠近法っていうのも、なんか学生時代にやったなっていう感覚でかなり久しぶりだったんですけど、プロクリエイトの描画ガイドがとっても便利で、思ったより簡単に描くことができました。皆さんも過去に撮った写真を使って思い出をイラスト化してみませんか？今回の動画が参考になったなと思ってもらえましたら、グッドボタンを、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。以上、ぷくともでした。バイバイ。